こんにちは、アンナスです。今日は、草花と動物のかわいい刺繍っていう本の中からトナカイを刺繍しようと思います。それでは手元の方にどうぞ。今日はアンナスの草花と動物のかわいい刺繍の本の中から、クリスマスのこの冬っていう図案のトナカイをやります。ちょっと全部は大変なので、このトナカイのこの雪の結晶のところが結構刺し方がややこしいので、一応図案にはちゃんと刺し方を書いてあるんですけど、説明しようかなと思います。で、これもともとブローチが元ネタで、これを最初に作ってたんですけど、これがなかなか気に入ったので、この本にちょっと図案をボリュームを増やして載せたんですね。なのでちょっとこっちの最初の2色で刺している方のやり方で、やり方っていうか色だけですけど、刺繍の仕方は同じです。それで説明していきます。では刺繍していきます。はい、では刺繍をしていきます。図案がもう書いてあるんですけど、図案の写し方は、別の動画でやっているので、そちらをご覧ください。では始めます。まず最初、ここの丸いところから始めるんですね。これなぜかというと、ここの体の部分を先にサテンステッチで全部埋めてしまうと、そこそこ丸が大きいので、このサテンステッチの上からサテンステッチって難しいというか、ちょっと無理というかできないんですよね。なので先にこの丸は作ってしまいます。で、それを避けながら周りの体の色を後で刺していきます。で、最初に玉留めをしないので、小さい波縫いを入れて玉留めの代わりのものを作るんですけど、ここにこれを作るのはちょっと大変なので、広い面積のところでやります。で、一つ前の穴に刺したらこれで絡まっているので、出ているところをハサミで切ります。で、丸は真ん中に1本基準を入れて上と下と埋めていきます。で、バランスを見ながら上ばっかり刺さずに上と下と交互に刺したりしながら、丸くなるようにバランスを見て刺してください。もうこれぐらいでいいかな。で、糸を終わらせるときは裏の糸にこうやって絡めて、もうこれで止まっているので出ているところをハサミで切ります。で、次が、体ですね。顔からずっと初めて全部埋めていくんですけど、裏にもうこういうきっかけがあるんで波縫いしないで裏の糸に2回絡めて、これで刺繍していきます。で、最初の刺し始めはなんかこの辺り、顔の辺りにステッチがあるので、本に書いてある通りに一応やってます。この辺に最初の刺し始めを入れます。で、もうここは顔を全部埋めてしまいましょう。これで今度は下の部分に戻ってずっと下に向かって刺していきます。で、ずっと多分この辺ぐらいまでいくと今度すごいステッチが長くなってくるんですね。端から端まで行こうとすると、こういう時はサテンステッチを使うと長すぎて、使っているうちに例えばブローチとかにしていると糸が動いたりとかして下の布が見えてしまうので、ここまで来たら途中からロング&ショートステッチに変えます。なのでだいたい基準としては私はいつも1センチ前後ぐらいになったら、ロング&ショートに途中から変えるんですけど、これは首のあたりで、首のと体の境目あたりでロング&ショートに切り替えます。で、また足のところはサテンステッチでいけるところはサテンステッチでやっていきます。
はい、首と体の付け根のところまで来たので、ここから下はロング&ショートになります。で、ロング&ショートステッチっていうのは長いのと短いのを入れるんですけど、なんでそうするかというと、サテンステッチみたいにビシッと揃えて1ブロック2ブロックみたいな感じでやっていくと溝になってしまうので、いろんな長さを入れてカモフラージュして一つの塊に見せようっていうことなんで、重なる予定の部分は、いろんな長さが入っているといいです。で、お腹のところは線の通りに刺していきます。で、名前がロングとショートなんですけど、全然関係なくロングとか中ぐらいのサイズとか、なんかちょっと短いのとか、なんかいろいろあった方がいいです。で、ポイントは必ず平行に刺すってことですね。ちょっとでも角度がいきなり例えば5度とかぐらい変わっても結構目立つので、そこはしっかり角度は保ってください。あとは長さは自由です。いろんな長さを入れます。こんな感じでこの足の付け根までちょっと1段目をやるんですけど、ちょっと説明のために飛ばします。図案にはこう線がいっぱいここ入ってて、多分下まで行ってもいいし、刺し順としてはどっちでもいいんですね。こう自由にこっち側お尻の方埋めてもいいし、まず前足だけ全部埋めるでもいいし、ちょっと今飛ばします。2段目の説明をします。2段目はちょっと先に出して平行にザクッと刺します。で、こっちも重なる予定があるんでいろんな長さにして、今ここに刺したからちょっと手前とかちょっと奥とか、ここもいろんな長さにします。で、刺す時はなんかきっちり糸と糸の間とか気にしないでザクザク刺していっていいです。なのでもうこの体のスペース全部を自由にロング&ショート、長いのと短いのでどんどん埋めていきます。で、この辺りはサテンステッチでできそうなので、1センチ以内の短いステッチのところは端から端まで普通にサテンステッチで埋めます。長い部分だけですね。1本がめちゃくちゃ長くなりそうな部分だけ、ロング&ショートステッチで刺していきます。はい、ロング&ショートが全部埋まったので、今度は足に行きます。もう普通にサテンステッチです。横横に刺していきます。で、細くて長いサテンステッチをやるときはうまくいかない方はちょっとガイド線を入れるといいですね。2、3針先にちょっと入れておいて、で間を埋める。こうすると平行を保てたりとか、幅がだんだん細くなったり太くなったりしづらいので、隣に刺してるとなんか知らない間に向きが斜めになってたりとか、急に太くなっていってたり細くなっていってたりとかすることがあるんですけど、ガイド線入れておくと安心です。だからガイド線はあんまり遠くに入れると意味がないので、2、3針先、もうすぐ埋まりそうなぐらいのところに入れておきます。はい、では体が全部刺せたので、今度は耳ですね。これも同じ色でこんな感じで縦というか斜めというかこの向きで刺していきます。あんまり大きくしない方が、ここは目立たせない方がいいので、もうちょっとでいいです。これぐらいかな。もうちょっと入れとこうか。あと角が来るんでね。これで、絡めて、もうここまでできたら、あとはもうどこやっても一緒です。一応順番は書いてあるんですけど、こ
これは絶対先にやらないといけないですね、この丸は。で体が刺さってれば別に角をやってもひづめをやってもなんか鼻の方に行ってももうどこでも同じなので、まあ一応書いてある通りにやってみましょうか。じゃあ黒でここの、雪の結晶みたいな柄のところをやっていきます。2本取りですね。ちょっと1本取りだと埋もれてしまうので2本取りにしたんですけど、もうちょっと繊細にしたい方は、1本取りでもいいです。でここはもう一気にどうしようかな。一応ねストレートステッチっては書いてあるんですけど、ざっくりしてますね、説明が。ちょっと分けます。本当はここ縦に1本入ってるんですけど、一気にいくとちょっと長いかなと思うので、縦にちょっと分けて入れました。でここはもう一気にいってもいいかな。雪の結晶なんで六角形なんですよね。だからここにこう来て、この対角線上だからこっち。これちょっとわからない方はチャコペンで上からなぞっても大丈夫です。チャコペンってお水で消せるので、最後刺繍が終わったらお水で消してください。書いた方はね。もうなんかだいたいフリーハンドでいけるって方はもう私みたいにざっくりさせていただいて、ちょっとここ長いけど一応見本ではねここまでなってるんですけど、ちょっと私は今長すぎるかなと思ったのでちょっと短くしておきます。これぐらいにしておこうか。これぐらいにしておきます。それでなんかそれぞれに2つずつストレートステッチが入るんですね。だけどこれ全部入れるとこの付け根というかこの一番下のところの、2つずつ入れられないですね、もう物理的に。なので、入らないところはどっちか1個だけでいいです。こう入れて、多分先の方は2つ入れられるんですよね。で、これはどっちにしようかな。こっちにします。これ多分反対側のここの茎っていうか線のところにストレートステッチも入れられないので無理に入れなくていいです。図案にはなんか両方書いてあったりする場合もあるんですけど、両方入らない時はどっちか片方だけ選んで刺してもらえればそれで大丈夫です。ここはなんかその雪の結晶をちゃんとやりたいっていうページでは場所ではなくて、なんかこういう柄があるよぐらいの感じでやっているので、入らなかったらもうなくすっていう方向でいいです。はい、これであとちょっとバランス見て、こうあった方が良かったですね、この先。こんな感じかな。もうこれでいいです。で、ここ近いからもうひづめ横横にやっていきます。ちょっと中通すといいですね。黒い影が表に出るかもしれないんで、これでひづめを横横に刺して、こっちの前足のひづめも横横に刺します。はい、ではひづめができたので、ここの角の部分をアウトラインステッチでやっていきます。
まず1目作ります。でここが曲線になっているのでちょっと先に出して、多分この辺がこう曲がる予定があるんで今直線なんですけど、ちょっとここギュッと押して糸の下に刺します。糸を割ると違うステッチになるので割らないで糸をこうギュッと押して糸の下に刺す。これを繰り返します。でステッチはあんまり長くするとカクカクになるので、できるだけ細かくやっていくといいですね。特にこのカーブのところは細かくした方が、ナチュラルに綺麗にカーブができます。これで最後ちょっと浮いてるので同じ穴から出して押すだけの半分だけのステッチを入れておくと収まりがいいですね。でこの後はストレートステッチになります。もうこの距離なんで一気にいっていいです。いちいち分けなくてもいいかなと思うので、もうこのままザクザク枝っぽいところはもうザクザクやってください。これと同じようにもう一本角を作って、であとこの前にも2本あるんですけど、この2本はアウトラインですね。はい、では角ができたので今度は目と鼻を作ります。目はだいたいこの辺かなっていう何回かこう出してみて自分のいい位置を決めてもらって、これでわからない方はさっきみたいにペンでちょんってやってもらうといいですね。でまず位置を決めたら針を出します。で少し上を持って空中で2回巻いて同じ穴に刺すんですけど、糸1本ぐらいまたいでください。でないと糸の間に目が埋もれてしまうので、今 1,2 本ぐらいまたいでるのちょっと分かりづらいと思うんですけど、で引き絞ってから裏から引っ張ります。でちょっと整えてくださいね、爪とかで。もしアイロンかけるときはアイロンの熱でちょっと整えたりとかするといいですね。で今度鼻ですね。鼻はフレンチノットではなくって縦に2本ぐらい入れたかな。鼻を大きくしたい方はもうちょっと入れてもいいですけど、多分2本ぐらいでいいと思います。これで全部できたので裏に絡めてこれであと図案が結構残っているのでお水で濡らして消します。私はクローバーのチャコピーを使っているのですぐ消えるんですけど、そのチャコペーパーの会社によって全然消し方が違うので、それはパッケージを見て消してください。以上です。いかがでしたか？チャンネル登録と、いいねボタンもよろしくお願いします。それではさようなら。